どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日ついにこちらの DJI Osmo Pocket 4が発売されました。このチャンネルで先行レビューもさせていただいていまして、この前の屋根線を巡る Vlog なんか全部この Osmo Pocket 4だけで撮影していますが、やっぱりこのカメラはもうほんと現時点で Vlog カメラの決定版だと思います。3もそうでしたが、この Osmo Pocket シリーズは本当に Vlog を撮る人のことをよく考えて開発してくれていると思います。本当に画質がいいだけじゃなくて Vlog を撮る上で小回りが利くというかめちゃくちゃ使いやすいんですよね。スリムでコンパクトなポケットサイズでジンバルがめちゃくちゃ効くので全然手ぶれしないですし、とにかく操作も簡単です。画質はOsmo Pocket 3でもかなり綺麗だったんですが、4ではさらに画質良くなってます。新開発の1インチセンサー内蔵なので iPhone よりもセンサーサイズやっぱり大きいんで画質もいいですし、ある程度のボケ感も表現できるので映像が一気におしゃれな感じになります。Vlog とか結構おしゃれな映像ってこのボケ感すごい重要だと思うんですよね。なんかミラーレスカメラで撮ったようないい感じのボケ感が出た映像になってると、なんとなくそれだけでおしゃれに見えるという、そういった効果があると思いますので、見た目おしゃれな Vlog を撮りたいという時には結構このボケ感割と重要なんですけど、Osmo Pocket 4もしっかりボケ感出ます。あと3もそうなんですけど、Osmo Pocket シリーズ夜の街とか暗い場所でもめちゃくちゃ綺麗に撮れるんですよね。Osmo Pocket シリーズは本当に夜強いと思います。そんな感じで朝から夜のシーンまでめちゃくちゃ綺麗に撮れる Osmo Pocket 4ですが、今日はこの最強 Vlog カメラ Osmo Pocket 4で Vlog を撮りたいと思っている方に向けて操作方法や設定について詳しく紹介していきたいと思います。実際に僕が撮影するときに使っている設定方法を紹介していきますので、紹介した通りに設定していただければすぐにでも美麗でおしゃれな Vlog を撮り始められると思いますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。わからないこととか気になることがあれば気軽にコメントで質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速いってみましょう。まず Osmo Pocket 4の基本的な機能と操作方法について紹介していきます。まず起動方法ですけども、こちらおなじみですけど、スクリーンを回転させることで起動させることができます。で、スクリーンを戻すと電源オフ。こういった感じになってます。で、起動の方法としてはもう一つあって、この赤い丸のボタン、録画ボタンですけど、こちらのボタンを一度押すと起動させられます。で、この場合は縦型動画の状態で起動することになりますので、縦動画をすぐに撮りたいという方はこの起動方法の方がスムーズだと思います。で、録画ボタンを長押しすることで電源オフすることができます。起動と電源オフの方法はこんな感じで、こちらの録画ボタンについて説明していきますと、その名の通り一度押せば録画開始、もう一度押すと録画停止という風になります。で、もう一つ便利な機能として、録画中に録画ボタンを長押しします。そうすると録画が中止されましたということで、今録画しようとしていた映像をキャンセルすることができます。Vlog で結構素材数取ることになると思うんですけども、いらない素材が溜まってしまうと後で編集するときにそれらを省く作業が結構大変なんですよね。なので録画していて今撮ってる動画明らかにこれはボツテイクになるな、いらないなと思ったらファイルに記録することなくその場でキャンセルをしてしまうと余計なファイルが蓄積されないので、非常にファイル管理もしやすくなると思います。僕も結構これ使いますね。めちゃくちゃおすすめな機能です。はい、録画ボタンはそんな感じで、あとは物理的なところだとこのジョイスティックですね。こちらの説明していきましょう。で、このジョイスティックは傾けることで、まずこのカメラの角度を変えることができます。左右、上。で、4からアナログジョイスティックというものになったので、この押し込む強さ、押し込む角度によって、これゆっくり今カメラ上に上がってってますよね。これをグッと押し込むとスピーディーに上に上がります。こういった感じで緩やかな動きから急速な動きという風にカメラの動きの速度を押し込み具合で変えることができます。このあたりがアナログジョイスティックになっているってことですね。もちろん左右もスピーディーに変えたり、ゆっくりパンしたりと、こういう風なスピードの切り替えができます。で、今カメラの向きを変える機能をこのジョイスティックに割り当てていますけど、この画面の右端のプラスマイナスというアイコン、これを1回押すと、このジョイスティックに今度はズームボタンを割り当てることができます。最大4倍までズームできます。0.1 倍単位でズームすることができます。このようにカメラの向きを変えるジョイスティックにするか、
ズームボタンとしてのジョイスティックにするか、こういう風に変えることができます。で、今、ジョイスティックにズームボタンが割り当てられていますが、そうするとこのアイコンには割り当てられていない方の機能が備わります。今、上下に矢印ついてますけど、これを上に上げるとカメラの向きを変えることができます。下に引くとカメラの向きを下に下げます。このように、ジョイスティックに割り当てられていない方の機能がこのアイコンには備わります。同じようにこれを1回タップすると、ジョイスティックはカメラの向きを変えるジョイスティックになりましたので、このアイコンを上下に持っていくと、このようにズーム機能が割り当てられます。ただ僕はもうジョイスティックはこのカメラを変える機能だけね、ずっと割り当ててますね。後で説明しますけど、4になってからズームボタンが物理的に備わりましたので、アナログでね、ズーム機能を使うところがほとんどないので、ジョイスティックにはカメラの向きを変える機能を割り当てた方が使いやすいと思います。あと、ジョイスティックの機能としては再センタリングとしての役割がありますね。このようにカメラの向きが例えば上とかに行ってしまっているときに、ジョイスティックを2回押すことで再センタリングすることができます。はい、こういった機能と、あとジョイスティックを3回押すとカメラの向きを180度変えることができます。自撮りモードと正面撮影を切り替える感じですね。正面。これを切り替えることができます。あとジョイスティックはね、長押しすることもできて、長押しするとこの右上にロックアイコンみたいなのが出るんですけど、これが出てる状態だと上下左右にね、カメラがロックされるので常に正面を撮り続けることができる。その名の通りでジンバルをロックすることができるというモードになります。で、離すとこれは解除されます。こういった機能もついてます。ただあんま僕これ使わないですかね。はい、カメラのコントロールはこんな感じで、あとジョイスティックはメニューの戻るボタンとしての役割もあります。このようにメニューを開いて、ジョイスティックを1回押すと前の画面に戻ります。もう1回押すとさらに前の画面に戻ります。で、メニューにはね、もちろん戻るアイコンとか閉じるアイコンあるんですけど、結構画面がやっぱりちっちゃいので、ちょっと押しにくかったりするので、ジョイスティックのボタンを押して戻った方が、個人的にはね、スムーズだと思いますね。僕は大体こっち使いますね。はい、アナログジョイスティックはこういった機能が使えるようになってまして、あと物理的なところでいくと、この新たに4になって追加された2つのボタンですね。スクリーンの下にあるボタン。まず左側がズームボタン。こちらを押すと、1回押すと2倍ズームになります。もう1回押すと1倍ズームに戻ります。で、2回押すと4倍ズームになります。で、もう1回押すと1倍ズームに戻ります。こういった感じで2倍、4倍、1倍のズームを切り替えることができる物理ボタンになってます。で、右側のボタンは C と書いてまして、こちらのボタンはカスタムボタンです。カスタムボタンは、あらかじめ割り当てられたボタンの機能を呼び出すことができます。これ後で詳しく紹介しますけど、ボタンを1回押したとき、2回押したとき、3回押したときによって、それぞれ機能をね、割り当てることができます。そういった意味のカスタマイズボタンですね。はい、物理的なボタンの使い方はこんな感じです。続いてこちらカメラビューモニターの説明していきます。この画面もね、もちろんタップできるようになってまして、この被写体をタップすることで、今ここにね、フォーカスを合わせることができてます。で、こうすると、手前のね、このこたつみたいなね、フィギュアの方がフォーカスがあって、奥がね、フォーカスが合ってない状態になってると思うんですけど、この奥のフラワーベースをタップすると、フラワーベースにフォーカスがあって、手前のこたつがぼやけましたね。こんな感じでタッチすることで、フォーカスを切り替えることができます。で、あとはアクティブトラックというのがありまして、このダブルタップすることによってアクティブトラック有効になります。この緑の枠がついてるんですけど、これをオンにすることでカメラを動かしても常にこの緑で囲んだ被写体を追いかける形になります。これ今被写体ね止まってますけど、動き回るこたつとかもトラッキングすることができるので、動き回る被写体を逃すことなく撮り続けることができます。このアクティブトラックもね 7.0 になったことで、よりねトラッキング機能が強化されてます。はい、こういったアクティブトラックというのも使えるようになってます。で、あと画面の説明をしていくと、左上にあるのが SD と書いてますけど、こちらがストレージ容量ですね。今の撮影設定での録画可能時間というのが表示されます。今残り1時間20分撮影できるということですね。で、その下、こちらがスマートジンバルモードというので、自動顔認識だったりとか、ダイナミックフレーミングとか、あとスピンショットっていうね、カメラを回転させながら撮影することができるモードとかに切り替えることができます。ただね、あんまりこの辺も使わないですね、個人的には。で、左下のこのカメラアイコンを押すと、撮影モードをね、切り替えることができます。パノラマ、写真、動画、
暗い時に使う低照度、スローモーション、タイムラプスですね。で、右上はバッテリー、今 59% 残ってるって感じですね。で、その下は先ほど言っていたジョイスティックに割り当てられていない方の機能が割り当てられます。またジョイスティックの割り当て機能の切り替えボタンにもなってますね。その下の矢印の円のマーク、これをタップすると自撮りと正面撮影の切り替えですね。ジョイスティックの3回タップと同じ役割になってます。あと真ん中中央 4K30 って書いてますけど、これはね、撮影仕様を変えることができます。今動画を選んでまして、動画の撮影仕様をここで変えることができます。4K の 30fps ですね。fps っていうのは1秒間に30コマ撮影するという意味ですね。これが映画とかだと 24fps とかが使われるんですけど、結構 YouTube は 30fps とか使う時が多いんじゃないかなと思います。僕は普段30で撮ってるんで 30fps にしてます。で、60とかで、例えば60で撮ると1秒間に撮影枚数が60枚になるので、さっきのね、通常の30枚より倍になってるわけですね。なので、動画編集ソフトで30フレームのタイムラインに60フレームの素材を入れたら、これを倍にしても30、30で2秒間ゆっくり再生しても、特にコマ落ちしたように見えることなく、綺麗にスローモーションの表現ができるようになりますので、スローモーション素材とかをね、撮りたいなとか思った時は、この 60fps を選ぶっていうのもありだと思います。ただ通常の撮影の時に60フレームにしてしまうと結構こうパラパラした感じというか、ぬるぬる映像すぎちゃってちょっと見た目気持ち悪かったりもするかもしれないので、30フレームとか、あとは 24fps とか、このあたりがおすすめです。僕はずっと30で撮ってます。ちなみにスローモーションは先ほどの撮影モードの中のスローモーション SLO ってこちらを選ぶとスローモーションのフレームを選ぶことができるんですけど、Osmo Pocket 4では 4K で8倍の 240fps で撮影することができるので、ハイスペックなね、シネマカメラとかじゃないとないようなこの 240fps っていうね、めちゃくちゃゆっくりのスーパースローみたいなのが撮影できたりするので、使う機会そんなないかもしれないんですけど、水しぶきとかなんかそういった印象的なシーンを撮ったりするときはこの 4K の 240fps とかで撮ってみてもいいんじゃないかなと思います。本当結構綺麗な映像が撮れますね。はい、モニターの各アイコンの機能はそんな感じです。続いて各種メニュー画面紹介していきましょう。このように上から下とか右から左とかこういう風にスライドさせるといろんなメニューが出てきますので、これらの設定を紹介していきます。まず上から下にスライドさせるとコントロールセンターが表示されます。でこちらまず左上の人型のアイコン、これはね C1 に保存となってますけど、撮影設定を全部ひとまとめにしてプリセット保存することができるという機能です。今まだね登録していないんですけども、よく使う撮影設定をここにひとまとめにしておくと、いちいち一つ一つ設定しなくてもこの C1 とか C2 とかね呼び出すことによって一括で撮影設定を呼び出すことができるので非常に便利だと思います。こちらもね3の時とか結構僕使ってましたね。続いてその左マイク、これはワイヤレスマイクの設定をすることができます。この前の屋根線 Vlog、あれはあんまり自分で喋るシーンほとんどなかったんで使ってないですけど、お話をしながらね撮る Vlog とかを想定されている方はこのマイクを使ってみてもいいかもしれないです。クリエイターズコンボだとマイクが同梱されています。ただ本体のマイク性能は非常に高いのでワイヤレスマイクなくても大丈夫じゃないかなとは思います。あとその隣太陽マーク、これはこの画面の明るさを変えられます。これは最大輝度でいいと思いますね。でその横に環境によって画面のね明るさを変えてくれる自動補正ボタンっていうのもあるんですけど、僕はあんまこれ使ってないですね。もう常に最大輝度で明るくしてますね。でその横手を振ってるマーク、こちらはジェスチャー操作ということで、例えばこれは手のひらを開くとジンバルの追従を開始とか停止するっていうね、その手の動きを読み取ってカメラをコントロールすることができる。あとこれは V サインすると写真撮影をしてくれるとか、こういった機能とかがあるんですけど、正直これはね僕はあんま使わないですね。で左下このボルトマークみたいなやつ、これはおなじみ設定ボタンですね。でここに各種設定細々といろいろあるんですけども、まず起動する時のジンバルの方向、でこれは僕は前回の設定にしています。立ち上げた時にこれを前方か後方か、それとも前回の設定を引き継ぐかっていう風にするんですけど、僕はこれは前回の設定っていうのを引き継ぐようにしています。で2つ目、画面回転で電源をオフ。こちらは僕は今すぐに設定しています。でこれを2秒とかにすると、この画面回転した時に2秒後に電源オフされます。これを切り替えることができます。
ただ電源オフするときは特に猶予なく今すぐ電源オフしてくれちゃっていいので、僕はね今すぐにしています。でその下スライダー操作、これはさっきのジンバルとズームの切り替えですね。ジンバルというのはカメラの向き、ズームっていうのは拡大縮小ですね。これの切り替えを、スライダー操作の切り替えをここから変更することもできるんですが、画面のこれを押しちゃった方が早いので、ここの設定を使ったことは僕はないですね。で、その下補助項。これは4から新たに備わったここの電子接点のところにつける補助項がクリエイターコンボとかだとついてくるんですけど、あと別売りでも買えるんですけど、そちらの明るさとかを変えることができるというメニューですね。ただこれも補助項で物理ボタンがついていて、そこから変更することができるので、使うことないかなと思いますね。で、その下、ウェアラブルモード。これをオンにすると画面が一旦暗くなって、常に正面を撮り続けるといったモードになります。ネックマウントとか、あとはリュックにオズモポケットを固定して撮影するときとかに、画面を触れてしまって、いつの間にか録画が停止してしまってるとか、そういったことがないように、この機能を設定しておくと、ウェアラブル、もう本当身につけた状態で安心して電源オフとかされることなく撮影を続けることができると。そういったモードですね。これも使うことはないですね。で、続いてシャッター録画ボタンを長押しすると、録画をキャンセルしますという、さっき説明した録画していて今の録画素材ボツだなと思った時に録画ボタンを長押しすることでキャンセルすると、それのオンオフがここで設定できます。これはねオンにしておいていいと思います。で、続いて音声バックアップ、こちらはオフにしていますけども、ワイヤレスマイクを例えばつけていて、でワイヤレスマイクで撮った音声がいまいちだったなと思った時に、この本体の方で録音していた音声を残しておくと、ワイヤレスマイクの方を使わずに本体の音声の方を動画編集する時とかに使うことができるようになるので、予備として本体のマイク音声も拾っておくという、そういった機能ですね。ただこれは僕はワイヤレスマイク今使ってないので、最近使わないので僕はオフのままにしてますね。で、あとは設定する機能として、これですね、ジンバルキャリブレーション。これね結構やった方がいいと思います。必ず僕ね1日の撮影するときにこれやるんですけど、このようにね平らなところに置いて、でこれで確認を押します。そうするとカウントダウン始まって、今キャリブレーション中ってなってますね。ジンバルって何回か使ってると正面が維持できないというか、ジンバルが結構不安定になって手ブレ補正がねうまく効かなくなったりすることがあるんですけど、このキャリブレーションすることによってこのジンバルを一回リセットするというか再調整してくれるので、手ブレ補正がうまく効かなくなったりするってことがねなくなります。なので今日一日撮影するとかなった時には朝一でね一回これやっておくと、その日一日ぐらいはね安定して手ブレない映像が撮れるようになると思います。結構キャリブレーション重要だと思います。で、続いてジョイスティック速度。こちらはさっきのズームとかジンバルの速度を変えることができるんですけども、アナログジョイスティックになったので、それの押し込み具合で変えられればいいということだと思いますので、特にこれも設定する必要はないかなと思います。あと変更した方が良さそうなとこだと、このちらつき防止とかですかね。蛍光灯の下とかで撮影するとチカチカってなるときあると思うんですよね。チラチラするときあると思うんですけど、それの補正をかける機能ですね。で、この 50Hz と 60Hz と自動っていうのがあるんですけど、僕はね50にしています。関東と関西で、日本の東と西でこれ変わるんですけども、東側は 50Hz、西側は 60Hz にするとちらつき防止になると言われています。あと僕よく行く台湾とかだと60とかかな。なので、その国とか地域によってヘルツがね、50か60変わったりするので、海外旅行とか行った時に使おうとした時とかは、一回カメラをね、蛍光灯とかに向けてみて、ちらつきがするようであれば、この50、60を切り替えるとか。自動でもいいんですけど、その国によって、このカフェは50で、この商店街は60とか、そういうことはないと思うので、その国によって50から60切り替えちゃった方がいいと思います。はい、というちらつき防止、フリッカーってやつですね。フリッカー防止機能と、あとは画面オフ。録画し続けていても画面だけオフにするっていうことができるんですけど、それをオフするまでの時間ですね。これ普段もうしないにしちゃってます。長めに回したりするときもね、いちいち画面消えてると、一回画面をタップして立ち上げ直さなきゃいけなかったりするので、これはオフにしてますね。しないにしてます。あと自動電源オフ。これはね、一応設定はしておいた方がいいかなと思います。僕はね、5分に設定していますね。5分間何も操作しなかったら自動的に電源オフされるという。もちろん録画中はオフされないですけど、録画しないで待機状態で5分間経ったらオフされるというふうにしてますね。で、あと LED。LED はこういった LED をつけるかつけないか。
これ一応ね、録画できているかどうかとか、バッテリーが今どういう状況かって分かった方がいいと思うので、オンにしといた方がいいと思いますね。であとストレージ、これ結構今回重要で、4になってからストレージがこの今 SD カードを選んでますけど、内蔵ストレージが 107GB ついたんですよね。この本体に 107GB の容量が保存できるようになりましたので、このどっちを使うかっていうのをここでチョイスするようになってます。僕はね、SD カードの方が運用しやすいので、SD カードを入れて SD カードを選んでますね。なので、SD カードをせっかく挿入したのに内蔵ストレージのままだと SD カードに保存されなくなっちゃうので気をつけてください。あと言語設定は日本語にしておくとか、こんな感じかな。はい、設定メニューはこんな感じですね。あとその隣、このスクリーンの縦横のアイコンなんですけど、これは一回押すと、もうどんな時でも横向きで撮影する。で、もう一回押すとどんな時でも縦型で撮影する。ちなみに縦型動画の時は 3K になりますね。もう一回押すと自動になりまして、で、この自動にすると、画面が縦の時は縦動画、横にすると横動画で撮れるようになります。で、その横、走ってる人アイコン。これはジンバルの首振り速度ですね。今デフォルトだと、これぐらいなスピードでジンバルが首振りされるんですけど、これを低速にすると、ゆっくり首がスーッと動いてきます。で、これを高速にすると、シュッシュッと首振りします。このスピードを変えることができるという感じですね。これはデフォルトでいいかなと思います。続いてこの Osmo のマーク。これはジンバルモードですね。これ結構使う頻度高いんじゃないかなと思います。フォロー、チルトロック、FPV、FPV 垂直。こちらの4つから選ぶことができます。で、これそれぞれ説明すると、まずフォローモードだと、このように左右にも上下にもちゃんとカメラの向きがね、レンズの向きが変わります。で、緩やかに変わるので手ブレもしないですね。で、チルトロックだと左右はこういう風に首が振られるんですけど、上下が振られないですね。上下は固定されながら左右だけ首が振られる形になります。で、続いて FPV。FPV はこう追従します。ちゃんと向けた方向に向かって首が動きます。で、FPV 垂直。こちらはさらにより追尾機能がしっかりするというか、もうしっかりレンズがほぼ固定されたような感じで首振りします。首振りしますというか、本体に追従します。もう一度いくと、フォローは左右、上下、ちゃんと向きが変わります。チルトは左右の向きは変わるけども、上下は変わりません。ずっと前を見てます。で、FPV は本体に追従する形で本体が向いた方向に向かって撮影します。で、FPV 垂直はさらにほぼ固定された状態。本体の向きに合わせてしっかりカメラが向いてくれます。で、Vlog 撮影するときにどのモードで撮るかという話だと、僕はね、もうフォローモードにしておけばね、ある程度の表現はね、できるんじゃないかなと思います。結構瞬発的にカメラを振り回して撮りたいとかいうときは FPV 垂直とかにした方が、よりね、ほんとミラーレスカメラを構えているときと同じように、もう決めた画角ですぐに撮影することができるので、そういった使いやすさもあるんですけど、一時期僕はずっとこの FPV 垂直だけにしている時期とかもあったんですけど、より手ブレを抑えて移動しながら撮ったりするときとかも安定して手ブレせずに撮れるということになってくると、フォローの方がやっぱりね、一番ね、安定して撮りやすいんじゃないかなと思います。あらゆる場面に対応した撮影ができるのはこのフォローモードじゃないかなと思うので、切り替えるのもね、ちょっと一回メニューを掘っていって切り替えなきゃいけないので、どれ使うかって言ったらフォローにしとけばね、いいんじゃないかなと思います。ジンバルモードこんな感じで、続いてのメニューこちら、顔3つのアイコン。こちらは被写体を追加ということで、登録しておいた被写体をこうフォーカスをね、必ず合わせてくれる。自分と例えば他数名がお友達とかで一緒に撮るときとかに、自分だけ必ずフォーカスを合うようにしたいとか、そういった時とかはこの被写体を自分を登録しておくと、いちいち設定しないでも自分を中心にフォーカスを合わせてくれるという風になります。でもこれはね、あんまり複数人で撮ることが僕ないので使ってないですね。で、その隣このマル C ボタン。これは先ほどのこのC ボタン、カスタムボタンですね。この機能割り当てをすることができます。1回押したときにどういった機能を呼び出すか。僕はここはジンバルを再センタリングというのにしています。
で、2回押したとき、こちらも同じように設定ができまして、これはジンバルを回転にしてますね。で、3回押す。こちらはジンバルのロックであるとか、あとはこのフォローと FPV の切り替えというのができるようになってます。一応これジンバルロックにしているんですけども、ただね、こういった感じで、特にね、カスタムボタン使わないでも、ジョイスティックとかで操作できることがね、結構多いので、正直ね、せっかくついたカスタムボタンではあるんですけど、今のところあんま使ってないですね、こちらはね。なので、無理に使うこともないかなと思います。そしてその横のアイコン、こちらは画面回転キャプチャーということで、これを押すと何ができるかっていうと、起動した時に自動的に録画を開始してくれるという風な設定ができます。これ今オンにしましたね。普段僕はオフにしてます。ただこれオンにしてみると、今電源オフになってますけど、これをスクリーンを回して電源をオンにすると、こんな感じで自動的に録画が始まります。ただね、ちょっと今分かったかもしれないんですけど、ちょっとね、タイムラグあるんですよね。オフからオンにする。だいたい2秒ぐらいしてからやっと録画が始まるという感じなので、本当の速射にはなってないかなという感じですね。なので、結局こういう風に使わない素材も増えちゃうかなと思ったので、せっかくの機能ですけど、これはね、僕オフにしてますね。あと補助項をここにね、つけてる時の補助項の設定アイコンがここにあります。今つけてないので表示されません。で、この左下、これは自撮りモード、カメラがこっち向いてる時に、その画面内の中で一番こう顔が占める割合が大きいもの、要は自分が被写体だと思うんですけど、この被写体を追従してくれる、自動的に追従を始めてくれるというアイコンですね。顔出しして撮影することがないので、僕はこれオフにしてます。で、その隣、これはオンにするとセルフィー画面反転オンになります。で、オフにします。僕は普段オフにしてます。で、これ何かというと、自撮りをしてる時に画面に映るのは反転した画面が映ってるんですけども、ちょうどね、鏡写しになるように画面に表示されるんですけども、録画した素材はね、ちゃんとそれ反転されて、正しい向き、画面に映ってるものと違った映像で録画されるっていう風になるんですけど、これをオンにしておくと、鏡写しの画面そのまま録画することができます。ただこれ、例えば Vlog とかで、一回ね、僕ミスして、これオンにしちゃった時あったんですけど、これで街歩きする時にね、自撮りしながら撮影していたりして、最初気づかなかったんですけど、こうトラックに書かれてる文字が反転してたんですよね。で、それ見た時に、これ逆で撮ってるわっていうのがそこで気づいて、要は鏡写しになったものがそのまま動画ファイルになっちゃってるので、気づかないと文字が反転したまま動画編集しちゃったりすることになったりするので、これはね、特にオンにしておく意味がそんなないんじゃないかなと思うので、オフの方がいいと思います。で、その横のスピーカーアイコン、これはこの操作する時の音ですね。今低いにしてますけど、中、高、この音ですね。で、結構これ今低いにしてますけど、録画を開始した時の音とかって結構しっかり鳴るので、これをね、こうとかにすると結構大きい音なんですよ。こんな感じで鳴っちゃうので、よほど騒がしいところとかでちゃんと録画したかどうかが確認できるようにしたいとかいうことでなければ、低いか、またはね、静かなカフェとかで撮影するときとかだったらミュートとかの方がいいと思うので、僕はね、普段低いにしていて、ちょっと静かなところに行ったらもうミュートにして録画確認音が鳴らないようにしています。低いでいいと思いますね。で、その隣、こちらはグリッド線の表示をするかどうかとか、あとはこのガイド線をね、表示するかどうかというね、機能なんですけども、グリッド線はね、僕はオンにしています。これをオンにすると、撮影するときに、見えますかね？ここに2本線が入って、9分割の線が入ります。これをオンにしておくと、例えばこれを撮りたいときとかに、構造を決めるときに被写体をこう真ん中にするんじゃなくて、被写体をこの線のどちらかに寄せる。これだったら左を向いてるんで、右の線とかに寄せた方がいいと思うんですけど、こういう風な撮り方をすると、ちょっと構図としておしゃれというか、なんかまとまった決まった感じになるので、そのガイドとしてこの線を表示しておくと構造を決めやすいと思います。僕はこのね、グリッド線をオンにしていますね。で、一番右まで行くと、またここにストレージ、先ほどと同じメニューが出てくるんですけど、SD カード入れてない場合は多分こことこれだけだったかな。この画面だけだと思います。はい、コントロールセンターはこんな感じです。
で、続いてこの下から上にスライドさせて出てくる画面の説明します。こちらさっき説明しましたが、動画の解像度と、あと1秒間あたりのフレーム数を設定します。僕はね、4K30fps にしています。ちなみにこの FPS っていうのはフレームパーセカンドということで、1秒間あたりのフレーム数ですね。1秒間に30フレーム。動画もね、写真の集合体なので、1秒間に30枚の写真が連なってるという風になってます。で、続いて右から引き出すメニューですね。で、結構これが重要で、これデフォルトだとこのようにプロの黄色いアイコンがオフになってるんですけど、何も考えず気軽に撮るのであれば、これでもいいという感じなんですけど、ここでできることはアプリの美顔効果とか、アプリ上で設定する美顔効果ですね。あとは美顔効果のオンオフとか、これでも滑らかとか明るさ、肌トーンとかいろいろ設定はできるんですけど、僕は顔出しをしていないのでオフにしていますが、美肌、美顔、こだわる方はここから調整するといいと思います。続いてこのフィルムトーンなんですけど、フィルムトーンっていうやつも、いわゆるフィルターみたいなやつですね。今これなしにしていて、CC フィルムとか、クラシックのネガフィルムみたいなやつとか、パステルとか、あとあったかみのあるウォームトーン、ムービー、ちょっとコントラスト強めって感じですかね。とか、レトロとか、これね、ノスタルジックな色合いとか、こういう風にいろいろ変えたりもできるんですけど、色の編集とかは何もしませんとか、撮ってそのまま綺麗な映像だったらもうそれで、あとは切り張りして映像編集すればいいんですっていう方は、これフィルムトーンとか使ってもね、いいかもしれないんですけど、後で色編集とかするのであれば、この後紹介するこのプロモードから映像設定した方がいいと思います。ちょっと一旦でも機能一通り紹介しますと、あとブリージング補正オンってなってますけど、これはね、絶対オフにする必要がないと思うので、オンのままがいいと思います。このブリージング補正今オフにしましたけど、オフにすると、今例えばこれにフォーカスが合っていて、ここに手をかざしたりすると、わかりますかね？明らかにグッと画面が今手前にグッと寄ったとかいうのがね、わかりますかね？フラワーベースのところとか見てほしいんですけど、手が入ってくると一気に上の方に寄りますよね。寄りますよね、この辺りが。で、これを滑らかにするのがこのブリージング補正で、これをオンにすると手が入ってきても、ゆっくりフォーカスが変わってきますよね。あんまりカクカクした感じに見えなくなるという機能になっているので、これはね、オンにしておいた方がいいと思います。で、あとは映像調整。これでノイズとか、そういった調整とかがいろいろできるんですけども、とかこの通常モードの方でもできるんですけど、せっかく Osmo Pocket 4を使うのであれば、色を動画編集でこだわりたいとかじゃないにしても、プロの方を選んでおいた方が綺麗な映像を撮ることはできると思います。先ほどのプロじゃない方にあった機能のほとんどがプロの方でもできるので、どちらかといえばプロで、今から言うような設定をあらかじめしておいておけば、そのままね、撮り続ければ常に綺麗な映像で撮れると思うので、そちらをお勧めします。で、まずここで設定するのがね、露出ですね。で、露出はこれオートなんですけども、オートとマニュアルが選べます。今日は露出なんで画面の明るさですね。で、これ僕はね、マイナス7にしています。結構 Osmo Pocketの特性なのかね、明るく撮れるんですよね。明るすぎちゃうと、後から動画編集した時とかも白飛びしてるところとかが増えてしまって、Osmo Pocket 4になってダイナミックレンジとかも広がってはいるんですけど、もう完全に白つぶれしちゃっていると、もう取り返しがつかないというか、もうそれ以上色を戻すことができなかったりするので、ちょっとアンダーめ、マイナス7とか、それぐらいで撮った方がいいと思います。で、マイナス7の明るさで撮れるように設定しておくと、それに応じてその環境の明るさで、この ISO というのを自動的に変えてくれようとするんですけども、ISO の値が上がれば上がるほどノイズが増えたりとか、画質が悪くなってしまうので、上げすぎないところをボーダーをどこにするかっていうようになってくるんですけど、僕の場合は50から3200まで、こういった設定にしています。これぐらいで撮っておくと、よほど暗い環境とか行かなければ、暗い環境に行ったら低照度モードに自動的に変わるので、ある程度の明るさがあるところであれば、もう50から3200、マイナス 0.7 の露出にしておけば、だいたい安定した綺麗な映像は撮れると思います。で、これマニュアルにもできるんですが、マニュアルにすると今度できるのが、シャッタースピードを変えることができます。これだと結構ね、やっぱりマニュアルだけあって、い
ろいろ調整がめんどくさかったりするので、どちらかといえばオートをおすすめするんですが、僕がね、この前の Vlog とか撮っていて、唯一マニュアルを使った時が、カフェに入った時に、さっきのフリッカー、蛍光灯のちらつきが、フリッカーの 50Hz にしただけじゃ、調整効かなかった時がなんかあったんですよね。50にしていても、ちらつきが発生してしまった時があって、その時に、このシャッタースピードを50分の1にすることによって、ちらつきを確実に抑えることができたりするので、その時だけオートではなくてマニュアルにしてシャッタースピードを50分の1にして撮影するという風にしましたね。基本はなのでオートでマイナス7ぐらいにしておけばいいんじゃないかなと思います。あとホワイトバランスですね。ホワイトバランスも僕はね、オートにしています。ホワイトバランスっていうのは、その名の通りで画面内の白のバランスを調整する機能ですね。画面にあるね、被写体が何があるかによって、例えば手とかが入ってくると、今数値変わりましたよね。こういう感じで、ホワイトバランスって可変するわけですよね。でこれを固定することもできます。マニュアルにすると固定することができて、ホワイトバランス、ケルビンっていう値で示すんですけど、これが数が少なければ少ないほどどんどん青みがかっていって、でこれ数が多くなればなるほどどんどん暖色になっていくという感じですね。あと色調を変えたりとかもできるんですけど、めちゃくちゃ映像こだわりたいとかだったらこれいちいち変えた方がいいと思うんですけど、結構やっぱり調整大変だと思うので、もう基本的にこれはオートでいいと思います。ただ撮影中にいろんなカラフルなものであったりとか、いろんな白のものとか入ってくると、同じシーン撮っているのに連続で撮っていていちいちホワイトバランスが変わってしまったりするってこともあって、それはそれでちょっと見づらいなとかいう時があるので、そういった時はこのオートで一回画面を捉えておいて、このホワイトバランスでこのシーンは撮り続けたいなと思ったら、この状態でマニュアルにするんですね。そうすると今の数値をキープしてくれるので、今動かそうと画面内に別のものが入ってこようとこの数字は変わらないですよね。一回オートで画面の白を拾っておいて、それでマニュアルに切り替えることによってホワイトバランスを固定する、こういうやり方っていうのはたまに使えますね。でも基本オートでいいんじゃないかなと思います。で、あとはアプリ美顔効果とか美顔効果。これもね、オフになってますけど、これを設定することももちろんできます。で、あとはカラーですね。これもね、ノーマル10ビットと D-Log10 ビットって選べるんですけど、D-Log はちょっとご覧いただいたらわかると思うんですけど、色がね、一気に淡い色になりますよね。で、淡い色なんですけど、色の情報はこの中に入ってるので、動画編集ソフトで後から色を入れるとかいうのがしやすくなります。で、かなり快調豊かに動画を記録しておくことができるので、ちょっと容量が大きくなったりするっていうデメリットはあるんですけど、これで撮っておくと、僕はダヴィンチリゾルブとかで動画編集してますけど、そういった動画ソフトに入れた時に色編集がより豊かにできるようになる。一応色の復元というので、こちらをオンにしておくと、色乗せるとこんな感じになりますよとかいうのもね、見ることもできたりします。ただこのノーマルの10ビットでもかなりね、映像綺麗なので、あと動画編集ソフトを入れて、これに色を乗せられないかっていうと、そんなこともないので、僕はね、気軽に撮りたいので、ノーマル10ビットで撮り続けていますね。カラーに関してはノーマル10ビットで僕はいいと思います。あとフィルムトーンも後から動画編集ソフトの方で色調整をするのでなしにしてます。で、あと重要なのはこのフォーカスモードですね。フォーカスモードはシングルと連続っていうのがあるんですけど、連続の方はいわゆるオートフォーカスですね。常に画面内に入ってきたものにフォーカスを合わせてってくれるという感じですね。シングルにすると一度画面内にフォーカスを合わせると、今黄色い枠つきましたよね。で、一度フォーカスあったものを追い続けてくれるので、ここで例えば新しい被写体が入ってきても今指がブレて映ってるんですけども、必ずここにだけフォーカスが合わせ続けられるようになります。要はスポットフォーカスみたいな感じですね。なので Vlog とか撮るときとかは、基本連続にしておいた方が自然だと思います。はい。あと、ブリージング補正、こちらにもついているので、これは必ずオンにしておきましょう。映像の設定はこういった感じで、あとマイクボタンがありまして、ここで音声の設定もできます。チャンネルはモノラル、ステレオ選べるんですけど、あと空間オーディオとかも選べるんですけど、ステレオが一番無難かなと思います。で、風ノイズ低減、こちらは僕はオンにしています。指向性オーディオ、どのマイクを活かすかというようなね、設定なんですけども、Osmo Pocket 4はマイクがこことこの両脇3つマイクついてます。この3つのマイクでマイクをどこから集音するかっていうのを選択することができます。例えば全方向にするともう360度、周りの環境音全部拾います。ただ自分が近くにいれば自分の声を中心に拾ってくれるので、もう周りの音声も同じ音量で拾うわけではないので、
結構ね、クリアに自分の音声だけ集音できるっていう風になります。なので、僕はね、基本全方向にしちゃってます。っていうのは Vlog とか撮るときって周りの環境音とかも実際に自分が聞こえてる音なので、これも活かした方が臨場感あるなと思って、指向性のマイクで撮ってるように自分の声だけ入るというよりも、環境音、周りの音も一緒に入るようにしたいので、全方向にしています。ただこれを切り替えることによって、前方だったり、前方にすると前の音だけを中心に拾う。前方後方だと前から後ろの音だけ拾う。こういった風な設定ができます。なので、より自分の声だけにフォーカスさせたいとか、前方の前で例えば人が喋っていて、その人の音声だけを拾いたいとかだったら、前方とかにすると、その人の声だけをしっかり拾ってくれるので、より安定した集音ができるんですが、僕は全方向にして環境音も一緒に拾うようにあえてやってます。あと、ボーカルブーストオンっていうのがあって、これをオンにすると人の声を強調して集音することができます。Vlog であれば、基本的には人の音声っていうのが中心になっていくと思いますので、これはオンにしておいた方がいいと思います。はい、撮影設定はこんな感じですかね。あとは画面の機能でいくと、左からスライドさせると、録画したファイルのプレビューができます。で、左上のグリッドを選択すると、こういう風にサムネイル一覧で見ることができます。もちろんこの場で再生したりとか、あとスピーカーボタンを押して音量を変更したりももちろんできます。あとはお気に入りつけたりとか、そういうのもできますね。はい、撮影ファイルの確認はこんな感じです。はい、機能と設定こんな感じです。今日は Osmo Pocket 4の操作方法と設定について詳しく解説してみました。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこうしたカメラの紹介や Vlog も投稿してますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。